おはようございます。俊也です。新しいボンネットを買いました。もともとついてた FRP のボンネット、あまりにも状態が悪くて、うちのかみさんがノーマルに戻したいってことだったんで、ヤフオクで中古のボンネットを買ってきました。ボンネットの状態はこんな感じ。白い丸がたくさんついてるんですけど、そう、このボンネット、氷害を食らったボンネット、エクボみたいなちっちゃいへこみがたくさんついてます。ざっと見ただけでも40個ぐらいあったかな。あんまりね、状態は良くないです。そして色あせもひどい。だからね、相場よりだいぶ安く買うことができました。このボンネット1万円です。裏面はこんな感じです。当たりゴムもないし、インシュレーターもなし、ヒンジもなし、元から外された状態で届きました。氷害はひどいけど、それ以外大きなへこみとか変形もないし、板金修理された形跡もなし。今までやってきた作業に比べれば、今日の修理はだいぶ優しい方かもしれません。塗装の全剥離しなくていいっていうのは、すごく気が楽だな。ということで今回はこのボコボコのボンネットを修理して FD のレストアを進めていきたいと思います。それでは作業スタートです。まずは裏側から出せるところを叩いてへこみを直していきます。忘れてた、このボンネットね、アルミでできてるんですよ。これマグネット、これくっつかないんですよ。ほら、こんだけでかくて重そうに見えるけど、実はめちゃくちゃこれ軽いです。で、アルミなんで、あまり下手に叩いたりとかすると、アルミ伸びてこうべっこべこになって収集つかなくなっちゃったら困るんで、優しく優しくへこみを直していきます。ボンネットを表裏ひっくり返しました。で、次、こう裏骨が入ってて叩いて出せない部分がたくさんあるんですよ。そういうところを作業やっていきます。こういうデントリペアのツール、こういろんな種類あるんですけど、これを裏骨の穴から入れて、でこうグリグリやってへこんでるところを押し出す、そういう作業ですね。これで頑張ってへこみを出していきます。これがいいな。これでやってみよう。ちなみに今までそんなデントリペアの経験はありません。今回が初挑戦って言ってもいいかな。前にインプレッサでちょこっと頑張ってやってみたけど、あんまりうまくできなかったんですよね。まあでも今回は板金修理、塗装するの前提だから、塗装が割れたりするのはあまり心配せずにグリグリいけるから、まだ気が楽かな。だいぶ出た。ちょうどいいところに道具が入らない。あ、でも最初よりはだいぶ出たな。いいんじゃないかな。ちょっと周りが出てんな。ここまで戻ってれば上出来でしょう。よし、他のところも同じようにやっていきます。ちょっとツヤがなくてへこみ具合分かりにくいから、ツヤ出しスプレー塗ります。これでへこみ具合が分かりやすくなった。だいぶいい感じに治ってはきたんですけど、まだ裏側から押し出せないへこみがあるんですよね。
こういうところのへこみはホットボンド、これ使って外側から引っ張って直していきます。とりあえず脱脂します。そして引っ張る道具をうまいことセットして、あ、ここ難しいかな、失敗したかな。こう曲面になっててうまいこと引っかからなそう。あ、いけそう、いけるかな。これでこれをにぎにぎして少しずつボンネットを引っ張っていく。お、だいぶ戻った。あ、いい感じかもしれん。どうしよう、もうちょっと引っ張ってみっかな。いや、一回これで様子見よう。どう？だいぶ出たんじゃないですか。お、出た。次ワンサイズちっちゃいのに変えてもうちょっと引っ張ります。このぐらいのアングルだったっけ。ビフォーアフター。ある程度へこみ直し終わったんでボンネット一回乗っけてみます。今日はかみさんがいないのよ。だから一人です。まだこのボンネット届いてから一度も車に合わせてないんですよ。こんだけ一生懸命エクボ直しておいて全然血が合いませんでしたとか、ボンネット思いっきり歪んでましたとか言ったらウケるよね。今までの苦労何だったんだっていう。さてどうだ。いいんではないかい。まだ全然調整しなきゃいけないけど、これはいける。全然FRP のボンネットと違う。もともとついてた FRP のボンネット、ここの高さがね全然フェンダーと合わなかったんですよ。でも今ただ乗っけただけ、何にも調整してないけどもういい感じ。こっち側はフェンダーがだいぶずれちゃってるから、これフェンダーをずらさなきゃダメだ。でもやっぱ辛いと思いますよこれ。ほぼほぼ OK ですね。塵の合い具合とかもかなりちょうどいいと思います。もともとのFRP のボンネットが嘘のように、何かの間違いだったかのように塵がぴったりと合っています。ちょっとねここがね高い。ボンネット側が高い。だからフェンダーにパテをつけるべきなのか、それともボンネットを叩いてへこませるべきなのか、ちょっと今悩んでます。手で撫でてみたり、艶出しスプレーかけてみたりしていろいろやったんですけど、フェンダーじゃなくて多分ボンネットですね。ボンネットを軽く、ほんと気持ちね、へこませて
これは OK ですね。絶対鉄ハンマーで叩いたらこれ行き過ぎちゃうんで、プラスチックの軽いハンマーで様子見ながら少しずつ落としていきます。こんなもんでいいでしょう。ほんと気休め程度だけどね。これ以上いったら行き過ぎな気がするから、この程度でやめておこうかな。あんまりやるとこの縁のところが折れちゃうからね。ちょっとボンネットを持ってもらっていいですか。あ、いや、ボンネットを持つ前にちょっとここ撫でてみ、撫でてみ。ああ、そういうこと。前回のと違う。前回の違うから。ああ、でちょっと高い。まだもうちょっと微調整するけど、あっちはもうほぼほぼ。ここがいっちゃった。それまだこれ下がる。あ、でもこっちが全然全然違うでしょ。ぴったりって感じ。ここがあっちだ、あっち。いい感じ。FRP のに比べてここのフェンダーとのこのつながりが全然違うでしょ。めちゃめちゃいい感じ。一応頑張ってね、ボコボコだったのも一生懸命戻しましたんであ、これで戻ってんのももうある程度戻ってる。あとは削ってパテでも全然いけるぐらい。ちょっと元のやつはね、やっぱへこみがえぐかった。氷害がねまあパテで拾えなくもないぐらいな感じだったんだけど、やっぱパテ薄い方がさ、そうね、後々の痩せとかそういうのにつながってくるからね。極力薄くいきたかったから、バンパーとのこのつながりがさ、わからないんだよまだ。ああ、だからもしかしたらここをサフェーサー入れた後、最後また調整でちょっといじるかもしれない。鼻先の方だけ。ヘッドライトのこのカバーとバンパーとのつながりでちょっとこうボンネットこうしたいなとかこうしたいのがあるかもしれないから、まあそれはつけてみてから、ね、そうつけてみてだから。あとは最後微調整でまた調整入れるから、とりあえず今仮合わせというかさ、このままサフェーサーまでやってしまって大丈夫かどうかっていうので乗っけただけだから。これなら納得いきそう。納得いく。僕の中ではもう納得いくそんな感じのご報告でした。はい、じゃあボンネットお願いします。頑張って一人で乗っけたのよ。外すのはいるんだったら手伝ってもらおうと思ってこっちこのままちゃんと押さえてないとフェンダーに当たって傷入っちゃうから、こうそこ握るようにして。でも外すからこれは握っちゃダメよ。よし、これで前へ。はい、ということで面の合い具合とかもちゃんとうちのかみさんの OK がもらえたので、このまま板金作業を進めていきたいと思います。で、わりかし深いへこみは出し終わったんですけど、こことか、あとここかな。ボンネットの前側にも深いのが、これも確かに結構深かった。ある程度は出したんですけど、でもやっぱりまだちょっとへこんでたりとか、波打ってたりとかするので、あとはパテに頼りたいと思います。なのでこれから塗装剥がしですね。塗装も結構劣化してクリアがガサガサだったり剥がれてたりするところもあるので、ひたすら削って形を整えていきたいと思います。使う番手は80番のペーパーでひたすら削って形を整える。でその後120番240番と目消しをして、で洗剤で洗ってプライマーを塗装してパテをつける。いつも通りの作業ですね。そんな感じで進めていきたいと思います。
はい、ということでペーパーで削って洗剤で洗って、これからプライマーを塗装できる状態になったのがこちらです。マジで研ぐの大変だった。すごい時間かかったけど頑張って削った甲斐だけあってかなり綺麗な面が出たと思います。このね、赤い斑点、点々残ってる場所がエクボあった場所ですね。低いからペーパーで削れなくてこういう感じで残ってしまいます。まあおかげでどこがへこんでるかがね、一目瞭然分かりやすくなりましたね。でこの辺はね、もうパテつけなくてもいいぐらいまで削り込んだんで、あとサフェーサーでも面が出ると思います。ただこっちの方、この辺がねちょっとエクボ深くて、ここはパテつけなきゃダメだな。ここもできるだけこう削りで面出そうとして頑張ったんですけど、周りの高い場所が削れてきちゃって、こうやってアルミの地金が出てきちゃったんで、もうこれ以上は無理ですね。ここはあとプライマー入れてパテ。こっちの方はパネルが歪んでてうねうねうねっとなってたんですけど、そこも削りで頑張ってみました。でだいぶいいとこまで来たんですけど、ここもパテ必要かな。もうちょっとなんですよね。もうここも地金出てきちゃったから、ここもプライマー入れてパテつけなきゃダメだな。まあそんなようなところがあっちこっちあるんで、とりあえずアルミだからプライマー入れないとパテもサフェーサーも密着が悪いんで、とりあえずプライマー入れます。ダッシュします。よいしょ、乾いたんでパテつけていきます。混ぜ混ぜして空気を抜くように練る。結局広い面積パテいっぱいついてしまった。プライマー塗ったらさ、グレー一色になっちゃって、どこがへこんでた場所だったか全然分かんなくなっちゃったんですよね。まあ覚えてた場所とか手で触って、あ、ここへこんでるなって分かる場所は一応全部塗ったんですけど、もしかしたら塗り忘れもあるかもしれない。こんな感じになってます。まあ一回研いでみてダメだったらもう一回パテつけるようですね。とりあえずパテ研いでいきましょう。やっぱりパテの盛りが足りなかったとこありますね。ペーパーが当たらない。ほら、こういう感じで。でもこの周りはもう研げてプライマーが出てきちゃってるから、これ以上研ぐとまた地金が出てきてプライマー入れてからパテつけなきゃいけなくなっちゃうんで、そうなる前にもうこの段階でパテ入れてしまいます。ペーパーが当たってないと密着悪くなるから、さっとペーパーで傷入れて脱脂して、これで OK。
あっちこっち全然へこみが治ってないあれだな、へこみの範囲が広いとプライマー入れちゃうとどこがへこんでるかが分かんなくなるね。研ぎ終了。なんだかんだ大変だったな形がそこまで崩れてるわけじゃないから、もうちょっと楽にできるかなとか思ってたけど、あっちこっちにやっぱへこみが点在してるとそれはそれで大変ですね。まあでもこれで綺麗な面が出たと思います。あとはサフェーサー入れてみないと分かんないですね。もしかしたらまだ見落としてるへこみとかあるかもしれないし、ちょっと表面がムラムラなりすぎちゃって目視ではもうどこがへこんでるかわからないから、あとはこの状態でサフェーサー入れて面の出来具合をチェックしたいと思います。ただサフェーサー入れる前にもう一回プライマーですね、ところどころこうまたアルミの地金が出てきちゃってるところがあるんで、こういうところだけもう一回プライマー入れます。でその後乾かしてからサフェーサーっていう形でやっていきたいと思います。ダッシュします。もう何回ダッシュしてるかわからない何か作業をやるごとにダッシュしなきゃね。よいしょ。動画では2回目になってんのかな、3回目かな。ただ実際はカメラの回ってないところでめちゃくちゃダッシュはやってます。それではお待たせいたしました、塗装隊行ってみよう。塗装終了。塗り上がってまだ10分経つか経たないかぐらいです。表面がまだツヤのあるうちにね、へこみ具合確認しておきたくて、こんな感じです。ボコボコだったボンネットが綺麗になりましたね。ここがね、こううねってなるのはこれが正解です。ボンネットがね、こうラウンドした形状なんですよ。わかるかな。こんな感じなんで、ここの蛍光灯がうねうねっとするのは正解なんですけど、ところどころあったエクボとかね、ボコッと
変なところでボコッとへこんでるようなのはなくなりましたね。だいぶいい感じに面が出てるんではないでしょうか。唯一気になってるのね、ここヘッドライトの際のところ、ここがねちょっとねなんか変な感じ、わかるかな。なんか変な感じしますよね。サフェーサー研げば多分良くはなると思うんですけど、まあでもここヘッドライトのカバーとの散り具合も見なきゃいけないからな。もしかしたら後々手直しするかもしれないです。ボンネットの鼻先はこんな感じです。蛍光灯の反射を見ないとね、へこみ具合が分かりにくいからね。ちょっとツヤが引き始めて分かりにくくなってきたな。こっち側もねちょっとヘッドライトのところがやっぱうねうねちょっと変な感じがするね。サフェーサーの研ぎでよくはなると思う。それ以外は問題なさそうかな。こっち側も上の方からこんな感じ。だいぶ綺麗になったね。何？色が逃げていく。いいよ。おお、できたー。ボンネット組み付け完成。だいぶいい感じにできたんじゃない？まだね今ただ乗っけただけだから、ちょっとまたこっちが広くてこっちが狭くなっちゃったから、ちょっとボンネット寄せなきゃいけないですけど、それぐらいで、それ以外この面の具合とかも全然悪くない。いい感じになったんじゃないですか。あとはフェンダーとの微調整でどうにでもなりそうな感じだね。どうですか？ご要望通りノーマルのボンネットになりました。やっぱなみなみ歪んでひどかったボンネットよりこっちに変えて正解だね。そうね、ダクトなくなったしね。ダクトなくなったから、まあすっきりはしたわな。あとエンジンルームに水入る心配もなくなったから、オルタネーターのサビとかね、プーリーのサビとか、その辺の部品が錆びる心配もなくなったしね、いいんじゃないですか。やっぱ FD ノーマルがいいかもしんないね。いやサーキットとか走るんだったらダクトついてて全然いいと思うけど、基本街乗りだからね。やっぱ街乗りって考えると純正ってよくできてんだよね。ということで本日は FD のボンネット修理の動画でした。結構ボコボコしてたけどいい感じに直ってよかったです。車の完成が気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。登録してもらえると動画の通知がいくようになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。ねえ、これってさ、このボンネットって中めっちゃ赤いじゃん。側ちょっとピンクじゃん。単純に色あせてるってこと？この赤が色あせてその色になってるってこと？まあまあそんな感じ。むしろ外側の方が本来もっと赤濃かったはず。まあ裏色、中に裏色ってもうちょっとこの濁った感じになってるから本来割と適当塗りというかさ、まあ裏側はね、表に比べれば緩い塗り方してるじゃん。緩い塗り方というか、そもそも内反色って言って別色だから。別色だけど近い色にはなってるでしょ。近い色にはなってるけど、赤なのに中が黒はある。いやそこまではないけど、内反色だから外側の色に比べてちょっと濁ってるグレー寄りというか、隠蔽力が上がるようにわざとこう黒と白と混ざった何とも言えない濁ったピンクみたいなのにわざと内側に塗ってるから、
外側は本来もっと鮮やかな、この内側のに比べてももっと鮮やかな赤だったはずが今ピンクになっちゃったの。そう退色してあれこれ